ゆきね、生まれてきてくれてありがとう。母が優しく伝えると、産んでくれてありがとう。雪音は形だけの返事をする。目は合わせずに声だけが小さくその場に消えていった。この村では誕生日は感謝の日と呼ばれる。今生きていること。当たり前のようで奇跡のようなそのことに。お月様、ご先祖様、雪音のことを見守ってくださり、ありがとうございます。そのまぶたの奥には遠く離れた月の村の情景がそっと浮かんでいた。母は日の光が照らすこの村で月を仰ぐたった一人の存在だった。雪音、早く支度しないとあがり様に怒られちゃうわ。今日は社で行われている儀式の日でもあった。儀式はこの村の人々にとって誰もが通る通過儀礼だった。あがり様ってなんだか気難しいから苦手なんだよね。巫女様に向かってそんなこと言わないの。雪音は儀式の支度を始めた。社の奥に佇むあがり様の姿を想像すると、雪音の背筋が気づけばそっと伸びていた。雪音も随分と大きくなったな。父には意識を通して大人の階段を登っていく雪音の姿が見えた。身も心も余計なものを脱いでいくことが儀式の習わしであった。では、そろそろ行くか。村人たちは誰も知らない。この儀式が雪音にとって単なる通過儀礼ではなかったということ。ねえパパ、夜にも儀式があるって本当なの？なんだ、ママから聞いたのか。うん。もしかしたら夜の儀式もってママが言ってたよ。そうか。お前はこの村で育ったから日の心を持っている。でもママの言う通り、夜には月の心も確認するかもな。どちらも持ってなかったりして。バカを言うなよ。ほら、着いたぞ。社の奥に広がる部屋は息を潜めるような空気に包まれていた。父に連れられて雪音はその中へと足を踏み入れる。どうぞこちらへ。世話役の女の声に父と雪音は敷かれた敷物の上に座る。部屋の壁には異様な絵が並び、雪音は目を奪われる。その中でもひときわ目を引いたのは灰色の影が空を覆い尽くす絵だった。何か目には見えない恐ろしいものに全てが壊されていくような、そんな絵。その絵が気になるか。あがり様が雪音に問いかけた。なんだか怖い。さあ、これより儀式を行う。この社で焚かれるのは古来より清めの儀式に使われてきた神聖な麻の葉。その煙は空間を清め、日の心を呼ぶと伝えられていた。透き通った感覚だけがそこにあった。儀式は終わった。朝に呼ばれなかった。その言葉を受けて雪音は胸が締め付けられた。そんな、あがり様、これは何かの間違いでは。日の心ではなかった。夜にまた来なさい。家に着くと母が旗織りをしながら待っていた。
月音、帰ったぞ。月音は静かに佇んで、儀式の結果を受け入れた。では、夜の儀式へ。ああ、夜のことは任せた。ねえ、なんで私だけ気の心がないのかな。ママはね、雪音の中にとても暖かい光を見ているのよ。暖かい光？そうよ。そう言って、月を仰ぐ母の姿は、雪音の瞳に混じりけなき願いとして映っていた。社の奥には、昼とは違う空気が漂っていた。待っていたのは、あがり様ではなく、若い巫女だった。これより、夜の儀式を行います。若い巫女は、清らかな赤い器を雪音に差し出す。その中には、神聖な清水、月の心と共鳴を起こすと伝えられていた。さあ飲んで。雪音は器を手に取り、静かに飲み干した。苦みが口に広がり、雪音は顔をしかめた。若い巫女は目を閉じた。やがて、そっと目を開き、静かに言った。月の心との共鳴は起きませんでした。しばらくして、雪音の瞳が母親の深い涙を映した。イリ様、信じるって、一体何なのでしょうか。巫女は答えた。雪音さんは日の心と月の心の芽吹きがありません。これは古い言い伝えですが、過去に一つの心の時代があったと言います。一つの心。はい。しかし、大いなる災いによってそれは二つに分かれました。その際に、一人の少女が私たちのご先祖様を救ったと。その少女は何を信じていたのかは分かりませんが、雪音さんもきっと何か大切なものを信じる時が来るでしょ社を出た雪音は母の手を握った。ねえ、ママ。産んでくれてありがとう。